こんにちは。TTS の川本です。この動画は AI の応用第2弾で気が利く AI という話をさせていただきます。よろしくお願いします。今回もチャット GPT を使ってみます。まず日本の首相はと聞いてみます。チャット GPT-4 は2023年4月までの情報しか持っていないのですが、その範囲できちんと答えてきました。では次に弊社、東京貿易テクノシステムの社長はと聞いてみます。さすがに答えられないですね。ちなみにこれ少しだけインチキをしていて、MyGPTs で Web ブラウジングをオフにした状態で使っています。実は標準のチャット GPT-4 に質問すると、ちゃんと弊社社長の水原の名前を出してきます。もう一例やってみます。私の趣味が入ってきますが、日本でおすすめのサイクリングスポットを聞いてみます。いろいろと有名スポットを答えてきました。富士五湖と安曇野には行ったことがあります。確かにとてもいいところです。では次に、私の勤務地である厚木市のサイクリングスポットを聞いてみます。思ったよりもちゃんと答えてきたんですが、丹沢湖や箱根まで、この後50キロくらいあるので、初心者の方には難しいというか、あまりお勧めできないです。同じことがガイドブックに書いてあると、あまり良くないかなというふうに感じます。チャット GPT は世界中で使われているサービスです。少し残念なんですが、弊社とコンタクトを取りたいとか、厚木市に遊びに来たいというふうに思っていらっしゃる方は、利用者の中のほんの一部でしかありません。いわばマイノリティです。今行った実験から、AI はマイノリティにとっては気が利かないということができます。へりくつみたいな話だったんですが、今お話しした内容というのは、AI やデータ活用といった技術の潜在的な性質になります。少し理屈っぽくなりますが、統計学の基本にガウス分布というものがあります。世の中の事象の多くは、平均値の周りにばらついて存在しているという原理です。今ご覧いただいているのは、ガウス分布に基づく確率密度関数です。縦軸は発生確率を、横軸は数値を表しています。わかりやすくするために日本人男性の身長体重を例に挙げます。少し古いデータで2016年の調査結果なんですが、私が属する男性30から49歳の身長の平均値は 171.5 センチ、標準偏差 5.5 です。この値を使って確率密度関数を作り直すと、このようになります。平均値である 171.5 の周りでは発生確率が高い。つまり人数が多いのに対して、平均値から離れるほど人数が少なくなるということが見て取れます。また先ほどのデータの右の方を見ると、パーセンタイルという表記があります。ちょうど私の身長の168センチが25パーセンタイルなんですが、これは私の身長が全体の中で見ると下から 25% の位置にあるという意味です。確率密度関数で見るとこの辺で全体の4分の1なので、中の下みたいな感じで、人並みかなっていうことがわかります。ちなみに私の場合、体重や靴のサイズだと 5% を下回ります。5% を下回る、あるいは 95% を上回るというのは、人間工学でしばしば外れ値として扱われます。外れ値というのは、無視しても良い特殊例という意味です。私の体格に合う服や靴を作ったり売ったりすることは、科学的に見ても儲からないよという意味です。機械学習のような科学的手法は基本的に統計学に従います。外れ値にとって
統計的な世の中は生きづらいものです。また少しプライベートの話をします。私は自転車競技をやっているんですが、年々乗りたいと思える自転車がなくなっています。ご覧いただいているのは少し古い例なんですが、人気自転車のデザインの比較です。これもよく言われることなんですが、最近の自転車は同じ色でロゴがなかったらどこのメーカーの製品かわかりません。そのぐらい各社のデザインが似てしまっています。こうしたコモディティ化が生まれるのは、いわゆる職人色が薄れてデータを使ってデザインをしている結果と言えます。生成 AI がデザイン画を描くようになったら、さらにコモディティ化するかもしれません。多くの方が魅力と感じる平均値のデザインを気に入らないというのは、私がこだわりが強くて、言ってみればひねくれ者だからです。ただ今は多様化の世の中ですので、こだわりを持って生きていいはずです。実際弊社はお客様のこだわりで食べさせていただいているようなものです。日本の現場で実務をされている方は、皆さんモチベーションに溢れていらっしゃってこだわりが強いです。俺はこうやるんだ。私はこうやりたいんだ。というこだわりを皆さん持っていらっしゃいます。そうしたこだわり、大会社の吊るし製品では満足できないこだわりに応えていくというのが弊社のような中小企業の一つの生命線です。平均値のビジネスというのは大きな資本で大きな顧客に対して展開するからこそ価値があります。ビジネスの規模が小さくなれば小さくなるほど統計解析の価値は損なわれると言えます。冒頭、ウェブブラウジングが効いたチャット GPT ならば、弊社社長を水原と答えられるという話をしました。同じことで少し手間がかかりますが、Google 検索で弊社の社名を検索して、会社情報のページに移動すれば、弊社の役員を知ることができます。これはつまり、ニューラルネットワークよりも検索の方がマイノリティにとっては気が利く可能性があるということです。この性質を利用してチャット GPT をカスタマイズする仕組みが MyGPTs です。MyGPTs は与えた情報を転移学習して取り込むのではなくて、検索をかけるデータベースとして使用するようです。これによってニッチな内容に対しても答えを返してきます。ここからわかることは、大量データに強い機械学習と少量データにも強い検索をバランスよく使い分けることで、マイノリティにとっても気の利く動きになるということです。ただこれ、気が利く AI を作るというテーマとは実は矛盾しています。また、キリがないということも言えます。全人類に向けて作られた AI では物足りないから、日本人用の AI を作ろう。それでもまた物足りなくなったから、社内専用の AI を作ろう。個人用を作ろう。個人用もプライベート用と会社用を分けよう。というふうに、いくらでも細分化したくなります。若い方は、たくさんの SNS やスマホアプリを使いこなしていらっしゃいますが、それと同じような形で、いろいろな AI から情報を集めていくような、ますますごちゃごちゃした世の中になるんではないか、というふうに予想しています。サービスセンターに電話をかけると、それは自分の担当じゃない、と言われてたらい回しにされるのに似ています。マイノリティ、外れ値、ひねくれ者、といろいろな言葉を今日使ったんですが、これらはすべて同じことで弱者を表します。原則として AI は弱者に対しては優しくないですし、気が利かないものです。世の中には強い二極性を感じます。マイノリティでもいいんだよというふうに言っている一方で、特に会社の中で仕事をしている自身はどんどんデータ化していって、AI の一部に飲み込まれていくような感覚になります。幸せの感じ方というのは人それぞれなんですけれども、
少なくとも AI を喜ばせるために自身のこだわりを捨てるということはないと思います。私が一つたどり着いたことですが、どこのメーカーの自転車に乗るかということはもはやあまり気にしなくなりました。それよりも信頼できるメカニックにメンテをしてもらって、信頼できる仲間と安全にトレーニングをすることの方がずっと幸せを感じられるからです。ビジネスに転じて考えると、気が利かない AI の代わりを任せてくださいというのが私たちの生きる道なのかもしれないですね。弊社の水原は2年前に社長に就任した時から、うちはワンストップサービスで行くぞということを言っています。これもその一つの形と言えると思います。この動画では気が利く AI という考察をしました。次回は AI がクリエイターの職を奪うかという考察をしようと思っています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。